ストラリアといえば世界遺産のこのグレートバリアリーフで2泊3日のクルーズパーティーをしています。見てください、この船につく滑り台。私が今オーストラリアのどこにいるかというとエアリービーチです。日本人にはあんまり聞き慣れない場所ではあるんですが、オーストラリアではとっても有名な場所です。有名なグレートバリアリーフのハートリーフを見るのにもここエアリービーチ発着になります。エアリービーチはシドニーから飛行機で 2.5 時間、安い時期で片道1万円で高くて3万円で行けます。シドニー以外にも飛行機でブリスベン、メルボルン、ケアンズから飛ぶことができます。前半はエアリービーチでのパーティークルーズ Vlog、そして後半はエアリービーチでできることをまとめた動画を作ったので、オーストラリア旅行を考えている方やオーストラリア在住の方は最後まで楽しんでご覧ください。これから船に向かいます。Yeah, so the tide's really low, as you can probably see. So we have to do these little ferry services. 今日はロータイドからこのちっちゃい船で大きい船に移動します。今日からこのボート3日間楽しみます。さあ、では部屋を紹介していきたいと思います。このめちゃくちゃ急な階段を下って行き、こんな感じです。はい、シャワールームはこんな感じです。ここで3人寝るの。いや、I'm gonna sleep here. Here? Oh, here, here. Upstairs. 2段ベッドの間にもう1個あるみたいな。Upstairs? Let's drink! Give some noise, make some noise for Justin! A little bit about Justin. I go up. Hi. Hi. 3, 2, 1. バリアリーフ最高の思い出作ってます。イエーイ。19発。Let's go。So he went up, and he was like, oh my god, we're going to find the best thing ever, and then there was just fucking heaps of crocodiles. It's the most densely populated crocodile river. What's that? I don't know. Dinner time です。イエーイ。3食ついてます。Second time.
めちゃくちゃちっちゃくて可愛いビーチがある。360度超綺麗な海に囲まれてます。やばい。How's it going? 元気ですか？後半はエアリービーチのおすすめ観光スポットとアクティビティを紹介します。まずはエアリービーチで絶対に行くべき場所を2つご紹介します。やっぱり一番のおすすめはセスナから見るグレートバリアリーフ体験。ハートリーフを見るためにはエアリービーチ発着必須です。上空から見る模様が本当に綺麗で感動的でした。こんな自然を守ってくれているオーストラリアに心から感謝です。2番目のおすすめはホワイトヘブンビーチに行くクルーズです。ホワイトヘブンビーチはセスナからも見れますが船でも行けます。クルーズ体験に高台に行くアクティビティが基本入っているので自然でできた水色縞模様をベストなスポットで見れます。エアリービーチでできる激しい系アクティビティ3選、いきなり一番激しいのを紹介します。綺麗な海と山を見ながらスカイダイビング、絶景に囲まれながら命がけの挑戦、悪くないです。3、2、1おすすめ2つ目は前半でご紹介したパーティークルーズ。3つ目、ジェットスキー。クルーズとよくセットでジェットスキーのパッケージがあります。次はエアリービーチの主要観光スポットを紹介します。エアリービーチからは2つのリゾートアイランドに行けます。1つ目はハミルトン島。シドニーやメルボルンから直行便でもアクセスできます。もう1つはデイドリーム島。小さなリゾートアイランドです。全長わずか1キロで船やヘリで気軽にアクセスできます。グレートバリアリーフに生息している魚や海の生き物たちをたくさん飼育しているのでエイに餌やりなど触れ合える体験ができます。エアリービーチの港付近ではチルできるスポットがたくさんあります。港を散歩したりプチピクニックしたりバーベキューもできます。オーストラリアは様々なところにバーベキューできる場所があるので食材だけ揃えてあとは自然の中でバーベキュー、ザ・オーストラリアスタイルです。最後、エアリービーチから車で40分で行けるプロサパイン湖を紹介して終わりますね。プロサパイン湖はキャンプができます。綺麗な夕日を見ることができバーベキューをしてここで1泊しました。カヤックを持参してチルしたり釣りもできるスポットです。以上、エアリービーチのおすすめ観光スポットとアクティビティ紹介でした。最後まで見ていただきありがとうございました。オーストラリアにはまだまだ知られざる絶景がいっぱいあります。次回もお楽しみに。